ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。 RB 角田裕樹、メルセデスを抑えての7番手は印象的。マシンだけでなく裕樹のペースも示していると評価の元 F1 王者バトンの話題です。ビザキャッシュアップ RB の角田裕樹選手はマイアミグランプリ予選でトップ10に入り、決勝ではメルセデスのジョージ・ラッセルを抑えて7位でフィニッシュしました。角田選手は7位入賞を果たし、ドライバーズ選手権ではアストンマーティンのランス・ストロールを抜いて総合10位に浮上しています。元 F1 ワールドチャンピオンのジェンソン・バトンは、2024年の角田選手は安定性が向上していることを認めています。彼は依然として熱血で勇気なんだ。ずっと安定している。メルセデスを抑えての7位は本当に印象的だった。マシンのペースだけでなく勇気のペースも示している。アップデートされたマシンだけでなく角田選手のドライビングも評価されている状況です。トータルモータースポーツ .com はマイアミグランプリのドライバーを評価していて、角田選手は10点18点の高評価になっています。不安定で未熟な熱血ドライバーの時代は終わった。正々堂々と戦い、冷静に対処する新しい角田にビザキャッシュアップ RB の面々は大喜びだ。スプリントレースでのポイント獲得に加え、今季2度目のトップ7フィニッシュを果たしたことで昇格の可能性も出てきた。安定してポイントを稼ぐようになった角田選手は、不安定で未熟なというネガティブな印象から正々堂々と戦い冷静に対処するドライバーとして急速に評価が高まっているようです。オーストラリアグランプリの7番手に続いて2回目となり、昇格の可能性も出てきたとトータルモータースポーツ .com は指摘しています。 RB のビークルパフォーマンス責任者のギヨーム・デゾリューは角田選手を次のように称賛しています。勇気は素晴らしい走りを見せ、6ポイントを加算して合計12ポイントを獲得した。これは驚くべき結果で、シーズン開幕以来チーム全体が積み上げてきた膨大な努力が報われたことになる。セーフティーカーによる再スタートから数週後、勇気はハミルトンにポジションを奪われたが、ラッセルを後方にキープして余裕のギャップを作り7位でフィニッシュした。レース全体を通してメルセデスのペースに合わせることができたのは心強く、マシンの進歩を示している。角田選手はこのままポイントを積み重ねていくことでチームからの信頼も厚くなり、レッドブルへの昇格話が本格化する可能性が出てきますね。チームメイトのダニエル・リカルドはスプリント決勝では4番手と健闘したものの、決勝では15番手で終わってしまいました。リカルドのパフォーマンスは一貫性がないため、リアム・ローソンとの早期交代説がまだくすぶっており、このままでは夏までではないかという憶測がある状況です。リカルドはスプリントレースで4位に入り、マイアミグランプリ序盤に好調なスタートを切りましたが、リカルドに進歩の兆しが見えたとはいえ完璧な週末ではありませんでした。バトンはリカルドの週末を分析したところ、スプリントレースでは印象的なパフォーマンスを見せたものの、最終的には角田選手の影に隠れてしまったと感じたようです。ダニエルにとって問題なのは、チームメイトがどこでフィニッシュしたかを見てしまうことだ。それが現時点での戦いだ。人々はそのことを忘れるだろう。それが問題なんだ。彼は自分自身を奮い立たせ、素晴らしい結果を得る必要がある。それがこのスポーツにおける彼の将来にとって今大切な戦いなんだ。バトンはスプリントで良い結果を持ち帰っても翌日の決勝で結果を出さないと上書きされてしまい評価につながらないと指摘しています。また元インディーカーのダニカ・パトリックはリカルドに今週末のポジティブな面に集中するようアドバイスしています。彼は落ち込むだろうし、
今日のレースがもっと違うものだったらよかったのにと思うだろう。それが課題だ。特に彼はチームと話し合い、より良くするためにはどうすればいいか話し合うだろう。スプリントでずっとカルロスを抑えて4位でゴールした。なんという最高の気分だろう。感動的だった。確かに角田選手の7番手入賞の記念写真にはリカルドはいませんでしたし、そんな心の余裕はないのかもしれません。マイアミグランプリではレッドブル GmbH のオリバー・ミンツラフ CEO と話すローソンも目撃されているそうで、リカルドとローソンの交代の可能性はそもそもあるのかというより、いつ交代になるのかという厳しい見方もあります。それはやはり夏までの猶予期間ではないかという見方は残っていて、レッドブルのアドバイザーであるヘルムート・マルコの評価はすでに終わっているという話もありますが、レッドブルのチーム代表であるクリスチャン・ホーナーは時期尚早と考えているところがあり、しばらくはリカルドにチャンスが与えられるのかもしれません。 RB 角田裕樹、メルセデスを抑えての7番手は印象的。マシンだけでなく勇気のペースも示していると評価の元 F1 王者バトンの話題でした。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。